今度いよいよ伊沢修司ですね、日本の唱歌の父と言われている伊沢修司さんのことをちょっと。で伊沢修司さんは嘉永4年1851年生まれなんですけれども、信濃の国高遠生まれですね。で割と早く慶応3年に江戸に出てきて、ジョン万次郎さんに英語を習って、それでジョン万次郎さんがアメリカに行ってしまった後は宣教師のカラゾルスさんに英語を習ったり、京都へ行って蘭学を勉強したり、いろいろ勉強熱心な方で、藩の後進生で大学南高、今の東京大学に進学します。で明治5年に南高を卒業して文部省に入り、で明治7年から24歳で24歳の若さで愛知師範学校の校長先生になるんですけれども、で明治5年から3年間ぐらい愛知から兵庫に確か移られたと思うんですけれども、で明治8年に師範学校の教育調査のために公費でアメリカ合衆国に留学します。でマサチューセッツ州ブリッジウォーター師範学校とかハーバード大学で学んでですけれども、いろんな教科を勉強するわけですけれども、音楽が一番苦手っていうか、日本音階と言われるダラララララっていうのに、あと普通のドレリラララララ、これにどうしても馴染めなくって、音楽がとっても苦手で苦労したそうです。で日本音階を夜な抜きって言ってドレリラララって言われていますけど、それはドレミに当てはめて一番近いのでドレリラララって日本音階って言うけど、なんか微妙に違ったみたいなんですね。だから今まで馴染んでいた音階とドレミファソラシドがあまりに違って馴染めなくって、それで校長先生にもう君は音楽免除してあげるよって言われるぐらいダメだったみたいなんですね。だけど免除してあげるって言われたので発奮して、ね、それでルーサー・メイソンという方を、これは音楽教育学者、アメリカのその人をお友達に紹介してもらって、メイソンのうちに月曜日から金曜日まで学校行って、土曜日にはメイソンのところに行って、で泊まってまた勉強して、また学校に帰ってくるような生活をしていたみたいです。でメイソンからいろいろ教わって、それからグラハム・ベルから手話術って書いてあります。でグラハム・ベルっていうのは何て言うんですか、ろう話者の教育に熱心なその研究をされている方で、手話術っていう今で言うと手話のことかしらね、手話術ってね、ちょっと分かんないですけれども、そういうことを習って、でグラハム・ベルっていう方は皆さんご存知の電話を最初に発明なのかな方で、それでこの伊沢修司さんは最初の通話実験に立ち会っているそうです。まあ余談です、それは。でメイソンからいろいろ習って、なんとか音楽もものにして、明治11年に日本に帰ってくる3年間の留学の果てに帰ってくるわけですね。で日本のもうすっかりそこでも音楽を中心に頭の中がなっちゃってたんですかねいろんな教科を全部やったはずなんですけど、まあ一番唱歌が遅れていたのかもしれないですけどね。で目方種太郎っていう留学生を世話している方と一緒に文部省に上申書というのを提出して、その音楽の
教科書を作る、人を育てる、そして楽器もないわけですよね。だから楽器の普及に努めるっていう組織を文部省に作ってほしいっていう上申書を出して、それで翌明治12年に音楽取り調べ係っていうのができます。やっとここまでたどり着くわけですね。で東京師範学校の今現の筑波大学ですけれども、校長先生をしながらその音楽取り調べ係を作って、でさっきお話ししたピアノレッスンに通っていた宮内省雅楽部の4人の方とか、あとそういう方を呼んで、で一緒に作ろうということ。ただ音楽の授業ってどうやるのよっていうことですよね。集団で音楽を教えるっていうことがわからないので、メイソンをアメリカから招いて、でメイソンに実際東京女子師範学校とかで授業をしてもらって、みんなで見て勉強する。でメイソンと一緒に教科書をなんとか作ろうということで教科書を作る。でオルガンをバラバラにしたオルガンをアメリカから持ってきて、その組み立てをみんなでやってみるとか、そういうことをして一生懸命普及するように努めるんですね。でこの、今は伊沢修司の話だから。で音楽学校を作ると同時にですね、音楽取り調べ係を作ると同時で、取り調べ係っていうと何か調べてるようですけども、そこで音楽を教えることもしていて、人も育てていたんですね。で人も育てていて、でやっと音楽取り調べ係が明治20年に東京音楽学校になるわけです。でやっと音楽学校ができて、やってること内容は一緒なんですけれども、音楽を教える人を作るっていうことと、普及に努めるっていうことででやっと明治13年になってやっと教科書ができるわけですね。でこの伊沢修司という人は、明治24年に文部省秘書となっておりますが、この方はなんかね勘に触ると誰でも叱りつけ怒鳴りつけ、時には拳を上げることもあったってで教師たちが怖がっていた人で、ある時音楽学校で外人の教師が日本人の悪口を言ってたことがあって、お前のようなやつは教師の資格はないっていうのをさっさと国へ帰れっていうふうに怒鳴りつけて、その次からはその外人教師がおとなしくなったっていうお話とかありますね。でこの方は音楽学校の先生をしていると同時に国家教育者というものを創設していて、中君愛国主義の国家教育っていうのを熱心にやられてて、割と国粋主義者の方でした。で文部省を辞めたのも文部省のやり方を囚人の前で非難して、で文部省次官とやり合って喧嘩になっちゃって、それで辞めたっていう話ですね。だから台湾に渡りってありますけれども、台湾を日本が占領したら台湾人って言っていいのかな、台湾人を日本人にしよう、日本人に教育しようということですぐ台湾に行くんです。でちょっと国粋主義者の片鱗が見えるんですけれども、で日本人を作ろうっていうふうに言って、それで資産館に小学校を作ったりするんですけれども、でここには書いてないんですけども、この資産館のやっぱり今までの伝統の中で生きている台湾の人たちはちょっと面白くないですよね。だからこの資産館の小学校は
襲撃されて6人の教師が亡くなるという事件がありました。でも運よくその時湯沢修二は日本に帰っていて難を逃れるということもありました。で貴族院議員になってで最後はもう自宅で落石者というやっぱり言語障害の治療、喫音矯正ということはロモルノを治すそういう教育をずっとしていた方ですね。で大変長くなりましたが伊沢修二は